アディ・シャミア博士は1952年イスラエル・テルアビブで生まれました。地中海に面した穏やかな気候の土地で育った博士。子供の頃からいつも科学に興味を抱いていた博士は15歳の時ワイツマン科学研究所のサマーキャンプに参加。この時博士は将来科学者になることを決心したといいます。そして1969年テルアビブ大学へ進学し数学を専攻します。1973年テルアビブ大学を卒業した博士はワイツマン科学研究所へと進学。ここでコンピュータサイエンスという新しい分野を専門として研究に取り組みます。この当時コンピューターは飛躍的な進歩を遂げ、新しいネットワークの世界が築かれつつありました。そうした中、情報を安全にやり取りするための新たな仕組みが早急に求められていました。1976年スタンフォード大学の2人の若き研究者ウィットフィールド・ディフィー博士とマーティン・ヘルマン博士により全く新しい暗号概念が発表されました。それまでの暗号方式では暗号化する鍵と複合する鍵は同じものでなければ鍵を開けることができませんでした。2人の博士が発表した公開鍵暗号という概念の独創性は暗号化と複合化の2種類の鍵を作り、さらに暗号化する鍵を公開した点にあります。情報を暗号化した鍵では複合することはできません。暗号化された情報を複合できるのは情報を受け取る人が持つ複合鍵だけです。彼らを含め多くの研究者がこの新しいアイデアに取り組みましたが、誰一人実現には至りませんでした。1977年シャミア博士はワイツマン科学研究所で計算機科学の博士号を取得した後、マサチューセッツ工科大学数学部の講師となります。ここでロナルド・リベスト博士、レオナルド・エイドルマン博士と出会います。3人は数学者で暗号研究に関する経験はなかったものの、公開鍵暗号に興味を抱き、この暗号の実現を目指し独自の研究を始めます。まずシャミア博士とリベスト博士がさまざまな数学的手法を駆使してこの方式で暗号の実現を図ります。次にエイドルマン博士がその暗号の不備を見つけ出し解読するという作業を何度も何度も繰り返します。そして43回目の作業でついに暗号化に成功したのです。彼らのイニシャルを取って RSA 暗号と名付けられたこの暗号の要は大きな数の素因数分解の困難さにあります。暗号化鍵として2つの素数の積が公開されますが、複合鍵を求めるにはそれを素因数分解して2つの素数を見出す必要があります。RSA 暗号に使用されているその積はスーパーコンピューターが1万年かけても解読できないほど巨大なのです。この画期的な暗号方式は現在インターネットショッピングなどで利用され、オンラインの安全な商取引に大きく貢献しています。1979年シャミア博士はさらに新しい暗号概念を提案します。重要な情報を分散して保管することで情報の安全性を高める秘密分散法という概念です。数学では N 次多項式は N プラス1個の点で決まります。秘密情報を二次方程式上の1点と考えたとき、その方程式を規定する複数の関連情報を放物線上に点として保管します。二次方程式は3つの点があれば決まるので、情報を3つ集めれば秘密情報を確定することができます。また博士は
この方式のバリエーションとして視覚型秘密分散法も発明しています。元の絵を2枚以上の砂嵐のような画像に分散します。1枚では元の絵は見えないものの、2枚を重ねると元の絵が見えるというものです。秘密分散法は盗難や破壊に対する情報の安全性を高めることにもつながり、地震などの災害対策にも役立つ技術です。1986年、博士は画期的な個人識別法を開発します。デジタルネットワークの中でパスワードなどの秘密情報を示すと、情報の漏洩や他者へのなりすましを招く恐れがあります。博士は平方剰余という数学的方法を用いて、自分の持つ秘密情報を漏らすことなく情報の保持を相手に知らせることを可能にしたのです。この方法は現在衛星放送の課金システムに利用されています。こうした新たなる暗号の開発とともに、博士は既存の暗号の解読に取り組み、その脆弱性に警鐘を鳴らす点でも大きな貢献を果たしてきました。教え子のエリ・ビハム博士とともに2つの暗号分の差分を取る差分解読法という技術を開発、秘密鍵暗号を解読できることを示しました。暗号研究におけるこうしたさまざまな革新的功績が高く評価され、その後シャミヤ博士は国際的な数多くの賞を受賞。現在はワイツマン科学研究所の教授として後進の育成に励んでいます。博士にとって日本は豊かな自然と文化にあふれ、とても興味を惹かれる国の一つです。日本の研究者たちとの交流を重ねることで、より深く日本の魅力を知るようになったと博士は言います。行動力あふれる博士のそばにはいつも都市計画の研究者であるレア夫人と子どもたちの支えがありました。家族と過ごすかけがえのない時間こそが博士の多忙な研究生活に力を与えています。現在さまざまな機器がインターネットにつながり、大量の情報を瞬時に手に入れることができるようになりました。デジタルネットワークが新しい展開を見せる中、博士がリードしてきた情報セキュリティの研究がますます重要な役割を果たしています。暗号開発においてシャミヤ博士が次にどのような流れを生み出すのか、今後の研究に世界中から大きな期待が寄せられています。広く目を向け、さまざまな科学の書を読めば、他の分野の独創的な発想が自分の研究の発見に役立つと気づくはずです。常に創造的でいることが大切です。既成概念にとらわれない手法を試した時にこそ大きな成果を上げられると思います。そして粘り強く取り組んでください。研究に行き詰まることがあっても最終的に解決できるまで繰り返し問題を洗い直し続けてください。